いやー、ごめん失敗しちゃった大丈夫昨夜。うちのチームサイバー MV のダンスに組体操みたいな動きがあってね、ミスって落っこちた時手首ひねっちゃって。チームサイバーのダンスは全体的に激しいしアクロバティックだからな。危ない言うたら危ないな。昨夜怪我平気？それが全然ダメっぽくってあいつ大丈夫？ちょっとやばいかも。余計なこと考えてたらやっちゃって。余計なこと？昨夜ダンスはもし難しいなら MV の振り付けを変更しないと。それ平気。手首以外はピンピンしてるからがっつり踊れるよ。はあ、よかった。だけどセンターで上に上がるのは自分の体重支えられそうにないわ。それじゃあやっぱり坊ちゃんセンター頼むわ。私がかぶりで支えるときは手首を使わないから今まで通りこなせると思うんだよね。こういうのは向いてるやつがやるのがいいんだよ。センターやりたいって言ってただろ。それはその通りだがごめん、俺のミスだ。そうか、なら仕方あるまい。私がセンターを華麗に務め上げてみせよう。よかった、助かる。何を言う、同じチームだ。助けるのは当然だ。ちょっと待った。どないしたん仁太郎くん。昨夜の怪我をレイがカバーするのは同じチームとしてしょうがねえ。でもカバーできねえパートはどうすんだよ。カバーできないパート？それは料理当番のヘルプだ。確かに昨日は昨夜が手伝いに入ったおかげでメニュー豪華だったけど。それじゃあもともと料理当番だった俺が頑張ってかぼちゃを裏ごしするよ。僕もじゃがいも潰すよ。私もカニをほぐそう。それってなんて言うんだっけ？下ごしらえかな。その前に生のじゃがいもやかぼちゃやカニは潰したり裏ごししたりできないと思うんだけど。ってことは黒焦げパンケーキ。大丈夫、心配しなくても料理くらいはできるから。その代わり凝ったことはできないけどね。いい、来れなくていい。普通で全然いいから。昨夜の料理ってだけで安心安全だから。いいよ、心配かけたお詫び。ちゃんと手伝うよ。だんだん形になってきたみたい。動きを覚えたら少し楽になって体力が持つようになった気がしますね。無駄な力の使い方が減るからな。でもここから綺麗に見せようとしたら新しい力の使い方も出てくるよ。基礎体力はつけていかないとね。はい。センターもいい感じだよね。俺のダンスとは方向が違うけど花があっていいと思う。当然だ。私の華やかさをもってすれば我々の MV はグランツを魅了するあでやかな美酒となろう。センターを坊ちゃんに譲ったのは正解だったね。ああ、そうだな。ねえ、みんなで集合写真撮らない？ SNS にあげるやつ。いいですね。レッスンが順調に進んでますって。それじゃスマホを借りてくるね。それじゃみんな固まって。並び順は？もちろん私がセンターだ。ずるい。アグリちゃんと双葉っちは背が低いから前に並ぶのがいいんじゃない？では私が後ろ側でセンターだな。それだと昨夜さんが隅っこになりませんか？いいよ、俺は映ってさえいれば。それじゃあいい？撮るよ。見せて見せて。これでどう？バッチリ。いいと思います。レイさんは？確認するまでもない。私は常に美しいからな。それじゃ SNS にあげるね。待つがよい。チャラ男は良いのか？何が？
このような隅に映っていて良いのかと聞いている。別に一緒、綺麗に映ってるし。それに坊ちゃんがセンターに移りたがるんだから、俺はどうしてもそこでしょ。それはそうだが。ねえ双葉、僕らも咲夜とレイのポーズやって撮ってみない？あのアクロバティックなやつ。いいですね。それじゃあ僕上。ではスマホを貸したまえ。私が特に美しく撮ってやろう。それじゃあ行くよ双葉。オッケーです。せーの、ポーズ。行くぞ。3、2、1。危ない。よっと。大丈夫かアグリちゃん。ありがとう咲夜。双葉っちは？僕も平気です。ごめんなさい、僕がぐらついたせいで。写真は撮れたぞ、二人とも。本当？見せて。見よ、この通り。すごいかっこいいです。これで SNS に上げていい？もち。それじゃ夕方まで自由時間にしよう。気になるところがあれば個人練習しておいてね。夕方に合流してまた合わせよう。はい。それじゃあ一旦解散。さてと、俺は今のうちに晩飯の下準備しとくかな。おいチャラ男。何坊ちゃん。お前に話がある。それで話って。チャラ男、お前先ほどアグリが落ちそうになったところを抱き留めて助けたな。それが手首を痛めているのではないか？痛くても助けるでしょ普通。それだけではない。先ほど写真を撮るとき、お前はセンターを譲って自分は端に避けた。だって坊ちゃんがセンターに移りたがってたじゃない。我々はオーディションを戦っている。グランツの投票を得るためには露出は大切だ。なぜお前はもっと前に出ようとしない？譲られて文句言うなんておかしくない？お前は兄弟が欲しがったら我慢して譲ってやるのが兄の務めだと言った。そして兄弟がお前のことを大好きだと言ってくれるのが嬉しいと言っていた。言ったかもね。だが兄弟だけではない。お前はここで皆のために力を尽くし、自分の時間や労力、そして機会までも皆に譲っている。まあそう言えなくもないかもね。ダンスのポジション、怪我を言い訳にして私に譲ったのであろう。怪我したら変わるもんでしょ。わざと怪我をしたのか？そんなわけあるかよ。考え事してて集中してなかったんだよ。何を考えていた？何でもいいだろ。よくない。なぜだ？うっせえな。嫌なんだよ俺は。誰かの助けがいるやつをほっとくのが。子供の頃、母親の帰りが遅い時、チビたちが寂しがってるの見てられなかったんだよ。でも俺が何かやると喜ぶんだ。俺が何かやって誰かが喜ぶならそれでいい。チャラ男、アイドルを目指したのだってそれがきっかけみたいなもんだ。誰かが喜ぶなら俺は何だってやる。坊ちゃんは今まで先頭を走り続けてきたけど、それは守谷って人がいたからだって言ったろ。ああ、その通りだ。守谷って人がいないと先頭には立てなかった。先頭を目指そうとすらしなかったって。しかしここインターナートに守谷はいない。そんな私に同情してセンターを譲ったのか？同情じゃない。ほっとけなかったってだけだ。それに向いてるやつがやればいいんだよ。その方が合理的だ。嘘をつくな。嘘なんか言ってないって。お前は向いているからといって他人に重荷を背負わせたりしないではないか。そりゃそうだろう。背負わされた方は大変なんだから。でも自分では重荷を背負う。そういう性分なんだよ。私は勘違いしていたようだ。お前のことを他人に好かれたいだけのチャラ男だと思っていた。だが本当はお前は他人のことが好きなのだな。さ、どうだろうね。ああ、それは良いことだ。評価しよう。しかしお前は間違っている。は？
私はこのオーディションを本気で戦っている。私もお前に世話にもなっている。守谷ほどではなくとも生活のあらゆることでお前に助けられている。だからといってオーディションで手を抜こうとなど思っていない。俺だって手を抜いているわけじゃ。抜いているではないか。本気でポジションを取ろうとしていないではないか。やりたがってたのは坊ちゃんだろ。ああ、そうだ。だがそれは私の実力で勝ち取るものだ。恵んでもらうものではない。どっちだって一緒だろ。違う。今まで守谷って人がお前を支えてくれてたんだろ。それと一緒だよ。お前は守谷を勘違いしている。守谷は強い人間だ。その昔、私は守谷に褒められたことがある。幼い頃のある日、人里離れた別荘で過ごしていた時のことだ。今日は天候が崩れるので外に出るなと注意されていた。しかしあまりに良い天気だったので、私は言うことを聞かず遊びに出て、大雨に降られてしまい、高熱を出して寝込んでしまったのだ。嵐が去っても道は塞がれ、車は走れず、医者も呼べない。しかし私の熱は下がらない。そんな中、守谷は麓の医者のもとまでおよそ15キロという長い道のり、私を背負って歩いたのだ。倒木や土砂崩れで塞がれた道のりを守谷は私を背負い歩いていた。息を切らし苦しみながらも必死に一歩ずつ前に進んだ守谷の背中を今でも覚えている。そして医者のもとに着いた守谷は熱で朦朧としている私を褒めた。よく頑張ったと。頑張った。私は頑張ってなどいない。頑張ったのは守谷だ。あいつは全力で私を救おうとした。褒められるべきは守谷なのだ。そして言うことを聞かず迷惑をかけた私は咎められるべきなのだ。なのにあの時守谷はただ私を褒めた。一言も叱ることなく。それ以来私は守谷に褒められることを素直に喜べなくなった。私は思ったのだ。私を褒めることができるのは守谷が心底強いからだと。強いからこその優しさだ。故に私はその強さに甘えてはいけないと思った。そして私は努力をした。守谷がいなくとも自力で前に進み、先頭に立ち続けることができるよう強くなるための努力を続けた。それこそが守谷のおかげなのだ。守谷がいなかったら私は自らの力を磨こうと思わなかったかもしれない。そして先頭に立ち続けることはなかったであろう。そっか。勘違いしてたかもな。坊ちゃんは自分が好きなんじゃなくて自分に厳しいやつだったんだな。先頭に立とうとするのは強さを自覚するためなんだな。昨夜お前は私に勝ちを譲って誇れるか。本当に強ければ優しさで譲ることができる。それならば誇ることもできるだろう。だが競争を避けて譲るのならそれは弱さだ。誇ることはできない。そうかもね。私はお前のことを優しい男だと思っている。優しいというのは力のある者がその力を分け与えることだ。昨夜が弟に優しくできるのはお前が強い兄だからだ。私にとっての守谷のように初めから勝つつもりのない者が諦めて譲るのとはわけが違う。腕を出せ。なんだ。私がマッサージしてやろう。手首の怪我なのに肘から揉むのか。てか揉んでいいの？我慢しろ。傷ついた筋がもつれたまま治ると痛みが残る。これはそれを防ぐマッサージだ。守谷仕込みの特別な技だ。
これで本番の撮影までには痛みが引いているはずだ。私は勝ちたい。強き者と戦って勝つ力を得たい。そして優しくなりたい。守谷のように。レイ、このオーディションにおいて強いかどうか、その勝負はこれからだ。ああ、そうだな。ダンスのセンター、どちらが担当するかまだ未定でよいな。だね。改めて考え直そう。その上で私がセンターをやる。いや、そこは俺っしょ、坊ちゃん。改めて勝負だ、チャラ男。坊ちゃんに呼ばれるチャラ男も悪くないね。チャラ男に呼ばれる坊ちゃんも悪くない。それじゃあみんな、今週の家事の当番を決めるね。今度は大丈夫なんだろうな、カズ。大丈夫。ちゃんと覚えたから。ジョーカーが一番強いって。今さらそれってすごく不安なんだけど。僕たちの食生活がかかってるんだから頑張ってよ。僕も頑張りますから。それじゃあ前回の提案により網だくじではなくトランプで。はい、注目。今回は新しい方法で担当を選ぶことにします。稲本さん、新しい方法って？今日は皆さんにいいものをお持ちしました。じゃーん。それってもしかして商店街の福引きとかで使うあれ？はい、皆さんご存知新井式回転抽選機です。ご存知じゃないよ、正式名称なんて。へえ、俺ガラガラっていうものだと思ってた。ガラ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 。網だくじばかりでは味気ないというお話でしたので、これを取り寄せました。どうしよう。これじゃあ八百長の計画が。いや、まだ望みはある。誰が一番に勝つかはインチキできないけど、もし誰かが早く当たれば昨夜を推薦して。それでは今週の当番を発表します。これから抽選するんじゃないんですか？最初はそのつもりだったのですが、この新井式回転抽選機を回していたら楽しくなってしまいまして、私が全員の担当を抽選してしまったんです。それでは発表します。まず料理当番の3名です。1人目は仁太郎さん。最悪だ。2人目は一星さん。俺か。3人目はレオンさん。今週の料理当番はこのお三方に決まりました。しょうがねえな。それじゃ気合い入れて卵並べるか。それ気合いいるの？仕方ねえな。おい、一星。どうした？はいはい、よろしゅうに。